皆様こんにちは、セリナです。今回は8月のお気に入りコスメを実際にメイクしながらご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デココスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。8月は発売前からかなり話題になっていたシャネルの限定アイシャドウやディオールの限定コレクションの先行発売などかなり盛りだくさんでしたよね。今回の動画では8月のお気に入りコスメを実際にメイクしながらご紹介していきます。ぜひ皆様の8月のお気に入りアイテムもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューはもちろんベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは8月のお気に入りコスメを紹介しながらメイクを仕上げていきたいと思います。まずはベースメイクです。RMK の UV フェイスプロテクターエンハンストです。8月は特に新しい下地は試さなかったので過去に購入したものですが、夏に嬉しい SPF50+、PA4+ の高い紫外線カット効果があるのはもちろん、暑い中でも汗や皮脂崩れに強かったり、ファンデーションのカバー力や密着力を高めてくれるところなどがお気に入りでよく使用していました。後から使うファンデーションとの相性も良くておすすめです。こんな感じのこっくりしたクリームテクスチャーですが、伸ばしていくとすぐにみずみずしいタイプに変化します。肌の上に乗せていくとこんな感じで、化粧水を塗っているような感覚でスルスルと伸び広がってくれます。高い紫外線カット効果なのにこれだけ塗りやすいのも嬉しいポイントです。はい、こちら側半分に RMK の日焼け止め下地を塗ってみました。下地なしの方と比較をすると自然にツヤが出ている感じはしますが、たっぷり塗り重ねても白浮きしたり肌に重さが出る感じがしなくて、他のベースアイテムに影響が出にくいところも使いやすいポイントです。近くで見るとこんな感じでかなりみずみずしいテクスチャーなので適度に毛穴はふっくらしていますが、色補正効果などはないので自然な印象を保ってくれます。香りもついていないので色々な方に使いやすい日焼け止め下地なんじゃないかなと思います。続いてはファンデーションです。こちらイヴ・サンローランボーテオーラワーズリキッドグロー LN4 番を使用していきます。崩れないベースメイクシリーズで大人気のイヴ・サンローランボーテのオーラワーズシリーズに待望のツヤタイプのファンデーションが登場ということで、発売前からかなり話題になっていたアイテムですよね。個人的にもオーラワーズはセミマット仕上がりのオーラワーズリキッドファンデーションやプレストパウダーなどが大好きで愛用していますが、今回新しく登場したグロータイプはやりすぎ感のない自然なツヤ感と滑らかで乾燥が気になる時にも塗りやすいテクスチャーなのに崩れに強いというところがすごく優秀だなと思いました。ナチュラルな肌に仕上げたいけれど崩れ対策もしたいという時に大活躍してくれたファンデーションです。こんな感じでとても滑らかですが、べたつく感じはしなくて肌にスッと密着してくれるところが塗りやすいです。この塗りやすさと密着力の良さを両立しているところが優秀だなと思います。一度塗りの時点だとこのくらいナチュラルですが、タップしながら重ねていくと厚みは出さずに気になる部分もしっかりカバーしてくれます。はい、こちら側半分にファンデーションを塗ってみました。ファンデーションなしの方と比較をしてもきちんと赤みや色ムラ、そして気になるニキビ跡などもカバーされていますが、厚塗り感や重さがなく肌っぽい自然なツヤ肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。この辺りにあったニキビ跡などもコンシーラーなしでも自然にカバーしてくれますが、至近距離で見ても滑らかで軽やかなイメージを保ってくれますよね。グロータイプですがツヤ感もやりすぎなくて、顔を動かした時に自然に頬の高い位置などに滑らかなツヤを感じる程度なので、ツヤツヤしすぎるファンデーションを使うとテカリに見えるのが気になってしまうという方にも安心して使いやすいと思います。そして適度な保湿感もあり滑らかな塗り心地ですが、肌表面はパウダーを塗る前でもベタつきや油分っぽさが少ないので、ツヤタイプのファンデーションを使いたいけれどベタつくのが気になるという方にもすごくおすすめです。
個人的にはこのファンデーションのナチュラルさを活かしつつ、自然にカバー力を高めてくれるような下地と組み合わせると、このファンデーションのつるんとした滑らかな仕上がりが際立ってお気に入りです。続いてフェイスパウダーです。こちら。ジュバンシープリズムリブルプレストパウダー01パステルシフォンです。ジュバンシーのプレストパウダーも以前からとても人気のアイテムですが、8月にリニューアルをしたということで試してみました。リニューアル後は粉質がしっとりしていて、カバー力がかなり高まって、そして何よりも皮脂や汗崩れにかなり強いところがお気に入りポイントです。毛穴や凹凸を埋めるようにカバーしてくれるので、カバー力の高いパウダーをお探しの方にかなりおすすめです。こんな感じのブラシもセットされていますが、プリズムリブルシリーズのパウダーブラシを使って仕上げると、よりカバー力を高めることができます。今回はこのブラシを使って塗っていきたいと思います。フェイスラインから顔の中心に向かって、まずは置くようにのせて、軽く磨きながらなじませていきます。軽くのせるだけでもこんな感じで、ふわっと肌にベールをかけたようなカバー力がわかりやすいと思います。はい、こちら側半分に塗ってみました。パウダーなしの方と比較をすると、こちらのプレストパウダーのカバー力の高さと毛穴レスなセミマット肌に仕上がる感じがわかりやすいと思います。ただ、ファンデーションの余分な油分感も抑えられていますが、これだけカバー力の高いパウダーなのに、顔を動かすと頬の高い位置などに光を集めたような立体感が残っているところが、このパウダーのとても優秀なところです。近くで見るとこんな感じで、しっとりと程よい重さになるパウダーが毛穴や凹凸を埋めるようにカバーしてくれます。パールやラメで作ったようなツヤではなく、光を集めるような立体感と自然な透明感が欲しい時にとてもおすすめです。今回使用した01のパステルシフォンは、ブルー、グリーン、パープル、ホワイトと4色ともトーンアップするような透明感カラーがセットされているので、自然に顔色をパッと明るくしてくれるところと、このカラー補正力が長時間持続するところもおすすめポイントです。はい、こんな感じでベースメイクが完成したので、続いてはポイントメイクをご紹介していきたいと思います。まずはアイシャドウです。アイシャドウはこちら。シャネルのレキャトルオンブルブトン239ブトンバロックと、ディオールのディオールショーサンククルール限定色931ゴールドブラックです。大注目だったシャネルの限定アイシャドウの発売や、ディオールのミス・ディオールコレクションの先行発売など、8月はアイシャドウの限定色が盛りだくさんで、どれも可愛くてとても悩みましたが、個人的にはこの2色がとてもお気に入りでした。シャネルのレキャトルオンブルブトンはカラーごとにデザインが異なるところもとても可愛くて、私はデザイン的には219のブトンバロックが一番お気に入りですが、カラーは239のこの下の2色がとても好みだったので、今回はこちらをご紹介していきます。そしてディオールのミス・ディオールコレクションもどのカラーも華やかなのに使いやすいところが絶妙でしたが、931のブラックカラーに程よくシルバーがセットされているところなどがお気に入りになりました。今回はこの2つのパレットを組み合わせたメイクルックをご紹介していきます。まずはディオールの左上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは黄緑のピンクのベースにシルバーの大粒ラメが輝くカラーです。黄身カラーとシルバーラメのバランスがとても可愛いですよね。続いてシャネルの右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらも見た目よりもオレンジニュアンスに発色するピンクカラーです。このシャネルのパレットはパープルのイメージが強いですが、ニュートラルなカラーや黄緑のカラーも同時にセットされているので、使い方次第でいろいろなメイクが楽しめます。チップにも取って下まぶた全体にものせておきます。下まぶたにのせると程よい血色感が出てとても可愛いです。続いてディオールの中央のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。黄身寄りの2色でグラデーションを作っていますが、あえて締め色をブラックにすることで大人っぽさや上品さが楽しめます。ベースに使ったカラーにシルバーラメが入っているので、ブラックで締めても違和感なくまとまってくれます。
最後にシャネルの左上のカラーを指に取って、まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。パープルも程よく透け感があって色が強すぎないので、ニュアンスカラーとして上から重ねるのにも可愛いです。はい、こんな感じでアイメイクが完成しました。今期の限定アイシャドウは黄身カラーと青みカラーがバランスよくセットされているものが多いなというイメージだったので、今回はディオールとシャネルの2色を組み合わせて、黄身カラーの温かみのあるベースの上にブラックやパープルなどの寒色カラーをアクセント使いするメイクに仕上げてみました。シャネルとディオールを組み合わせると奥行き感と立体感の中に華やかさを感じられるラグジュアリーな目元に仕上がります。ブラックやパープルをメインに使うと少し浮いて見えるのが気になるという方にもとてもおすすめなメイクです。着てみるとこんな感じです。続いてはチークです。こちら。ディオールバックステージロージーグロー063ピンクライラックです。ディオールバックステージからスティックタイプとパウダータイプの新作チークが登場して、この2つは組み合わせて使うのもとても優秀でしたが、個人的にはパウダータイプのこちらのラベンダーのカラーが見た目よりも発色が柔らかくてくすみ感が強いところがとても絶妙で可愛いなと思いました。ふんわりさりげなく透明感をプラスしたい時に使いやすいチークです。チークブラシを使って少し広めの範囲に塗るとほんのり発色して柔らかい透明感が乗る感じがとても可愛いです。はい、両方の方にチークを塗ってみました。見た目のイメージよりもパープルに寄りすぎなくて青みの強いピンクのような感覚で使えます。近くで見てもこんな感じでパールやラメは感じないふんわりしたマット質感ですが、パープルのカラーの効果で自然な透明感が出て柔らかい光を集めたようなセミマット肌が活かされるチークです。ふんわりパウダリーな柔らかい印象のチークをお探しの方にとてもおすすめです。それでは最後、リップをご紹介していきます。リップはこちら。ディオールのディオールアディクトリップグローバター104ブラックチェリーです。このチャームが可愛いディオールの新作リップもとても話題になったアイテムですよね。個人的には103のトフィーも大人っぽいカラーでとても好きですが、104のブラックチェリーは深みと血色感のバランスが絶妙で、どんなメイクにも似合わせやすいところがお気に入りポイントです。唇の上にのせるとこんな感じです。程よい清涼感で唇を滑らかに保湿してくれますが、ベタつき感や重さを感じないところも使いやすいポイントです。この黄身にも青みにも寄りすぎていないレッド系の深みカラーがとてもおしゃれです。デザインも可愛いのでつい持ち歩きたくなるリップです。はい、ではこんな感じで8月のお気に入りコスメを使ったメイクが完成しました。まずベースメイクは暑い夏も重い印象にならないように適度な軽やかさを残しつつ崩れに強いアイテムを組み合わせて仕上げています。ファンデーションもパウダーもツヤツヤしすぎないけれど自然な光の立体感を感じるような軽やかさが残るアイテムを使うと今っぽい肌に仕上がります。そしてカラーメイクはパープルをキーに黄身と青み両方のカラーを取り入れたメイクに仕上げてみました。青みカラーを自然に取り入れたい時におすすめです。ぜひ皆様の8月のお気に入りコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。